金持ちでも貧乏でも、王としようが精神がきしもうが、そよぐ風に導火線の火花を見つけたなら、魂を燃料とする機械に乗り込んでください。世界を震わせる稲妻となるのは、あなたでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は富士見製、アド版、カゴ割れ瓶を制作しますよ。富士見様のロゴマークってこんなに爽やかでしたっけ？ 1985 年のインターテック優勝車両、クロスフィルター越しに輝く夕日が大変麗しゅうございます。イージーアライメントシステムというカーモデル界待望の構造。車庫端の2キャンで知能指数をさらけ出してしまわないように要注意。お値段はなかなか強気な雰囲気です。高いか安いかはキットの精度で印象が変わりますからね。クリアパーツを手に取った時点でバリを確認できて少し嫌な予感がしてきました。カーモデルでは見たこともない形状のパーツ群。これがイージーアライメントシステムでしょうか。シャシーはいかにも箱車な形状で安心感が凄まじいです。裏は案外緻密な造形でございます。アルミ削り出しのような美しいホイール。メッキパーツでお手軽に輝いてくださります。そしてボディカウル。袋越しでも造形の甘さが見えちゃうんですよね。これからの工程を思うと広大な闇に抱かれているようでございます。予想をはるかに上回るパーツ数。どこにこんなに使うのか私の脳が液状化しちゃいそうです。タイヤには盛大なバリがございます。大型トラックの再生タイヤを彷彿する素晴らしいバリを楽しめます。富士見様のデカールは完全密封。世間を変える風が吹き込んだ気がします。他メーカー様も見習ってください。なんとエッチングパーツが同封されていました。正直言うとなくてもいいかなと思ったりもします。説明書はシンプルな内容。工程も少ないようです。カーモデル界の常識を変えた素晴らしい構造。やけに車高が高くて、発売する前にチェックしたんかと胸ぐらつかみたくなるようなキットがある中、ユーザーの好みでセッティングできるのはとても素晴らしいです。やけにパーツが多いなと思ったら、半分以上が使わないパーツなんですよね。こんな余計なのいらないのでお安くしてください。必要な塗料はカーモデルでよく使うものばかり。まあスモークグレーなんて持ってませんでしたけどね。適当な塗料でごまかしても OK だと思います。カフェインを大量摂取しながら制作スタートでございます。なんだかすべてにおいて処理が甘い見た目のボディカウル。もしやこのキットって初版はめちゃくちゃ古いのでしょうか。パネルギャップはだるい感じなので拷問部屋にご招待ですね。窓枠も筋彫りするべきか迷ってございます。できることならやりたくないんですけどね。ここまで問答無用に拷問部屋に招待したのは初めてでございます。配給パーツ様が丹念に製造してくださった魅惑の刃先。希望など無駄と強制的に教えた後に拷問が始まります。この至福の時間が無料とはありがたくて涙しますよね。これが無料でレジ袋が有料なのは世界が狂っているのでございます。ガリガリ削りまくった後にヤスリで優しく解放。ほんの少し面倒な工程を挟むだけで仕上がりがシャープになります。パーティングラインをついでに削り落とします。こいつらはすぐに口を割るので芋づる式にすべて消し去りましょう。
初期状態に比べると見違えるお姿でございます。うっかり貫通させてしまった箇所は接着剤で蓋をしちゃいましょう。こんなもんで治るのか知らんけど。裏打ちの下準備まで来ると気分が少し軽くなります。タミヤ様のフラットブラック。強烈な隠蔽力に底知れぬ闇を感じます。吸引力なんて一切ない電気無駄遣い状態だったブースのフィルターを清掃。ちょっとおしゃれにブラックフィルターを採用しましたが、どう見ても墨汁で浸した半紙のようでございます。損でもって裏打ちした姿がこちら。これだけで重厚感が増します。アドバンカラーの赤を塗る前にピンクサフで整えます。このピンクサフも長年愛用しているので残り少なくなってきました。あなたの造形がはっきりと見て取れます。深くシャープなパネルギャップ。80年代にふさわしい直線基調のフォルム。あなたにはもっとふさわしい体になっていただきます。どう使うのか想像がつかないパーツばかり。ガンプラのジョイントみたいなパーツもございます。まるで車庫帳のような構造になるのですね。しかしこの構造を説明書だけで理解するのは難しく、一度組み立てないとどうなっているのか私の脳が警告音を鳴らしてございます。どう見ても同じ形なのにパーツナンバーが異なるんですよね。見分けがつかないパーツがあると塗装するときに困るんですよね。インテリアパーツが大量にありますが、そのほとんどが余剰パーツとなります。86レビンのノーマルハンドルでしょうか。時代を感じるシンプルな形状に安らぎを感じます。針が多いキットなので下準備に時間を費やします。余剰パーツが多すぎて苦笑しちゃいます。そういえば富士見様の箱車を作るのは初めてな気がします。いつもこんな感じなのでしょうか。ようやく色別の仕分けが終わり一段落。と思ったらレアスポイラーの存在を忘れていました。またこいつだけをピンクサフするのめんどくせえ。アドバンの赤には通常のレッド。はいはい空っぽ空っぽ。いつの間に使い切ったのか記憶にございません。買いに行くのもネット注文するのも面倒なのでブライトレッドを使用します。この塗料で何台のキットを仕上げたのやら、タミヤ様が作り出した名色でございます。血のように染まる美しいボディカウル。狂気すれすれの整合飛び学。
研ぎ澄まされたアロラインはまるで刃物でございます。イオンモールのお菓子屋さんで見た目は高級そうなポテチを発見。ハンターズという始末屋みたいな名前に海外の文化を垣間見ます。原産国はまさかのアラブ首長国連邦。これはまさにドバイ GP を現地で観戦したようなものですね。ポテチでこの開封は珍しすぎて癖になりそうです。やべえくらいに塩が決まっていて塩分が大直線ですね。肝臓病や尿路結石の疑いがある方はご注意ください。白トリュフってこんな味なんですかね。うちの庭にもジメジメした時に白トリュフみたいなキノコ生えますけどね。傷や表面の粗さが気になるクリアパーツ。もうちょっとなんとかならないものでしょうか。レンズ類のパーツは仮組みしないとはまりません。デカールをコピーして塗り分けラインを探ります。闇を染め上げたような黒の深淵。灰の中に残る石のように赤が滲み出します。美しいアドバンカラーをうまく表現できるでしょうか。方向がわからなくなって少々イライラ。こっちか。案外大雑把な塗り分けでもデカールで隠してくれそうです。アドバンとは、アドバンスと、アドバンテージから着想を得た横浜ゴムのスポーツブランド。1978年にモータースポーツの世界にその名を刻むべく誕生しました。限界を突き詰める者たちにとって、それは信頼すべき、足元の哲学。その戦歴は鮮烈。全日本ツーリングカー選手権をはじめ、T1 グランプリ、スーパー GT、FIA 世界ツーリングカー選手権、さらにはルマン24時間、ニュルブルクリンク24時間レースにも名を連ねます。勝利だけでなく敗北すらもアドバンはそのトレッドに刻みつけてきました。このアドバンを生み出すのは株式会社横浜ゴム。1917年に東京で創業しました。従業員数は全世界で約3万人に上り、開発に関わったそうそうたるレーシングドライバー、技術と情熱の継承を掲げ、世界170カ国以上へと製品を供給し続けています。複雑に見えるカラーリングもこの程度のマスキングで完結するようです。ベータ塗りでもこうやってグラデーションの練習をたしなみます。そして漆黒に染まった姿がこちら。陰影さえ飲み込む艶にしばし時を忘れます。濃いブラックなので塗り分けラインの段差も目立ちますね。少々滲んでもデカールで隠れるので問題ございません。基本的な塗り分けが完了しました。この時点ですでにアドバンの片鱗が見え隠れします。サフを研がないので塗膜は少々荒れてございます。塗り分けラインの段差は水研ぎして慣らしておきましょう。
パネルギャップやモールなど複雑に入り組んでいるので磨くのが大変。段差を完全に消そうと思うと危険ですよ。それではデカールを貼り付けてみましょうか。富士見様のデカールは少々硬いのが特徴。このサイドスカートギリギリにデカールを貼り付ける必要がございます。余白がとても邪魔なので慎重に排除しながらカットします。玉は基本的に余白は残す派なのですが、こういう時は仕方ないですね。固くなじまないデカールに苦戦中。ドライヤーの熱にも弱いのかめくれ上がってきてビビっちゃいました。パネルギャップには両面テープの台紙でデカールを押し込みます。最近は簡単だなぁというキットがない気がします。このキットのように部品数が極端に少なくても、カラーリングが複雑だったりで結局時間がかかるんですよね。ぐりぐり押し込んで少しでも立体感を出します。ボンネットには大きなアドバンの象徴。下にはトヨタの文字もありとても重要なパート。残り少ないデカールフィクサーを塗り塗り。平らなボンネットのおかげですんなり貼り付けることができました。1985年のインターテク。若かりし頃のレジェンドドライバーが多数参戦していました。観客動員数は6万人以上。富士のストレートで300キロ超えのマシンも存在していたそうです。グループ A 黎明期の象徴的なレースとして、今でも伝説的な大会とされています。このレースの総合優勝はハセミモータースポーツのスカイライン RS。そしてナンバー25のアドバンレビンはクラス優勝。ドライバーは鈴木圭一と土屋圭一。鈴木圭一の熟練したレース運び。土屋圭一にとってはプロキャリア初期の大きな実績。当時のこのクラスはシビックなどとの激戦区。こうしたレースでの成功が AE86 の名声を高め、やがて伝説の FR 車と称される理由の一つになるのでございます。土屋圭一は後に、この AE86 で勝ったことが自信につながった、と多くのインタビューで語っています。またこのレースでの活躍が評価され、翌年から様々なカテゴリーへの登用が進みました。引退した現在でも走りの象徴として国際的にも知れ渡るようになるのでございます。貼り終えたデカールを炎天下の庭で強制乾燥。野良猫やカラスの襲撃には気をつけないとね。強烈な太陽光と34度を超える熱風を10時間ほど浴びていただきました。プラスチックの劣化が進行するくらいにカラッカラでございます。ルマンに続きニュルブルクリンク24時間耐久。一昔前は雑誌でしか情報を得ることができなかったレース。遠いベルギーの映像が光の信号となり、1秒間に地球を7周半で切る速度で送信されてきます。1ビットの情報が1秒間に100ギガビット。およそ1億冊の本に匹敵する言葉の波を運ぶ時代となりました。
ホイールに色指定はなかったのですが、ほんのりとチタンゴールドのお化粧をしていただきました。アルミ接着加工の質感を見事に再現されていますね。困った時の墨入れと量。カーモデルだけだと一応使えそうな量が入ってございます。少し陰影がつくだけで雰囲気変わりますね。EX クリアのストックも補充しました。なんなら1リッターサイズがあっても余裕で使い切れる自信がございます。希釈にはプロユースシンナー、塗料の溶解力が非常に高く、塗膜を滑らかに伸ばすことができます。有毒な瘴気を発する巨大な菌類の森、不快のジオラマが完成しました。人間が呼吸すると命を落とすほどの強い毒素。そこには多種多様な虫たちが生息し、不快のバランスを保っています。不快の地下深くにはチョコミントが積層になっており、うわぁ。こんなの歯磨き粉そのまま飲み込んでるのと変わらないですよね。よっぺがチョコミントに洗脳されてしまいました。これはもうダメかもしれんね。クリアがほんのり乾燥してきたのでライト内部の塗装。何気にこういうちょっとしたことが非常に面倒くさいですよね。グリル周辺も塗らなきゃですしね。はみ出してもエナメルなので簡単に拭き取れますよ。どちらかというと大雑把に塗ってから拭き取る方が綺麗に仕上がりそうです。シャシーの組み立てに進みます。シンプルな形状ですがどんな感じで仕上がるでしょうか。イージーアライメントシステムの実態を確認してみましょう。中央にポリ素材のパーツを押し込みます。この不思議なパーツにもポリパーツを圧入させるようです。ハンマーや槌が生まれた紀元前3000年頃から直接叩くと材料が変形損傷する問題は常にありました。石器時代の頃にも石を割る際に、間に柔らかい木片や皮を挟むという技法が見られます。そして現代ではデザインナイフの会話ケースが当て木の主流となりました。なるほど。この不思議パーツがスライドすることによって遮光が変化するのですね。先端にもポリ素材を仕込んで車庫帳らしい形になってきました。まだ搭載していませんが素晴らしい発想力。この構造は富士見様しか採用していないのでしょうか。他メーカー様も発売する前にキットの遮光を再確認をお願いいたします。これは素晴らしい。ピロボールアッパーマウントを見事に再現しています。最初に圧入したポリ素材とサスをステーでつなぎます。なんとキャンバー調整まで可能になりました。この構造を模型に採用した技術者の方々に感謝。最後に蓋をすればそのシステムを覆い隠せるデザイン。
レースカーにありえないほどにでかいサイレンサーなのはご愛嬌。4気筒には触媒レスの直感フルストレートこそ至高。内装は市販車そのものでくるくる窓ハンドルもございます。ロールバーはリアハッチ周辺のみ。こだわるモデラー様はダッシュボード貫通のジャングルジムに改造してください。雨の日にドライブ。車内は小さな避難所となり、外の灰色の世界がむしろ優しく見えてきます。朝からサイカラーメン食べたいですがまだ準備中のようです。しかし笑えるほどに土砂降りで動画映えしますね。もう路面は湖状態。米田コーヒーに入りたいのですがこの距離が遠すぎます。昭和の汚ねえ喫茶店で慣れているので、おしゃれなお店は緊張して貧乏ゆすりが超加速しました。バリがすごすぎてバーストして幹線道路に転がってるタイヤみたいです。フォーミュラと違い隠れてしまうのでどうでもいいですけどね。手軽な塗装だけで随分と勇ましい見た目になっていただきました。なぜかブレーキ周りだけにエッチングパーツが用意されています。個人的にはなしで良いのでキットのお値段を下げてください。まさかキャリパーをエッチングパーツで再現しているとは。それよりもガッサガサの指先が気になってパーツがどうでもよくなります。外が急に明るくなり、窓を叩く雨粒はどこかへお引っ越し、むせ返る湿度になぜか少し夏の匂いを感じました。クリアが完全に硬化していました。デカールの赤とブライトレッドの差もクリアによってごまかせていますね。黒が主体のカラーリングは鏡のように輝いてくれるのでクリアが楽しいですね。研ぎ出そうと思うと4000番が見当たりません。まだあったと思ったのに。引き出しの奥に押し込まれたあまり使わない番手はたくさん出てきますが。ラスト1枚を発見しました。ケースに収納しておかないと在庫を把握できませんね。片田舎のヤードに転がってるこんな質感の86なんてそこは変にあったんですけどね。モール周辺は下地まで貫きそうなのであまり追い込まないようにしました。6000番で深い傷を消します。このキットは磨く面積が多くて疲れちゃいますね。インパクトにバフ装着して一気にやったろうかと思ったのですが、
勢い余って吹っ飛ばしてしまう予感がしたので思いとどまりました。デカールの段差が消えました。あとは枕で転生アニメ見ながら磨きます。8000番と1万番はアニメに集中しすぎて撮影すら傍却の彼方でした。仕上げにはセラミックコンパウンド。どんなに頑張ってもなくならない研磨痕を消し去ってくれます。水まで白目を向きながら磨き続けた割には綺麗になってくれました。まるで深い湖面にそっと差し込む月光のように静かで、そして底知れぬ透明感をたたえています。クリア層の奥に閉じ込められた色彩は、光の加減で深海のように黒く沈み、時に朝焼けのように儚く輝きます。仕事とプラモ制作、そして動画編集も同時進行。健康には気を使っておりまして、体に良い食生活を心がけてございます。夜は深く、静かに沈んでいます。時計の針はとっくに常識を置き去りにして回り続け、私は机に向かい、次の工程に向けて準備を整えます。しかしその指先はおぼつかず、視界は霞み、まぶたは落ちる隕石のように重くのしかかります。どこからともなく聞こえる幻聴。意もしない誰かに話しかける原子。夢の中で完成したプラモに喜び、ふと我に帰った瞬間に絶望し、今夜もまた朝焼けを迎える健康志向推進派でございます。大嫌いな窓枠塗装の時間がやってまいりました。窓枠だけ別部品とかできないものですかね。カットする刃は毎回交換。デザインナイフは数本用意して2分3分と使い分けると効率的です。このマスキング作業だけで案外時間を費やしました。これでまた投稿が1週間ほど遅れそうな気配。青色のマスキングテープは低粘着仕様。それだけでも絶大な安心感がございます。黄色のマスキングは通常の粘着力なので危険がいっぱい。慎重に剥がします。まあクリア層が持っていかれるときは何をしても同じなんですけどね。
窓枠は富士見様指定の艶消しブラック。ちょっと目立つのでセミグロスブラックの方が似合いそうです。動画や写真に残すなら少し大げさに表現した方が良いですけどね。時には失敗したり落ち込んだり、立ち止まることもあるでしょう。でもそれはあなたの人生のほんの一点の誤差の範囲。私は思うがままに動く。あ、やっぱり私はやめることができないみたい。長い夢のような時間を駆け抜け、傷は恐れない。すべては過去になる。だから飛び越えてみせると誓ったあの日の声を、今もずっと抱きしめています。紡いだ物語の中で、不自由にまみれた日々を何度も噛みしめ、時に人の感情に支配され。でも今ならわかります。自分は正しいと知っていたことを。思い続けた幻影を形にして咲き誇るその姿に、あなたの魂を燃料とする機械に乗って、稲妻のように駆け抜けます。金持ちだろうが貧乏だろうが、嘔としたり精神がきしむ時もあるでしょう。それでも、そよぐ風の中に小さな導火線の火花が見えますか？その灯火のような小さな光はこれからの物語。どうか忘れないでください。夢に向かって進むあなたは美しい。進み続けるあなたへ。この声が届きますように。アドバン、カロラレビン。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。